老人ホームでマジックショーをしたりとか、大きなダンスのコンテストがあって、でそこで優勝、他では売ってないものを作れた時の嬉しさはありますね。Hi guys, I'm Toshi from Tokyo, Japan. Today I'll visit a leather goods shop in Ueno Ameyoko and I'll interview the manager of the shop about his life. Leave your comments and subscribe to my channel. Let's go! こんにちは。こんにちは。今日はよろしくお願いします。お願いします。どうも。今日は石原さんの人生についてはいお話しいただきたいと思います。はいよろしくお願いいたしよます。ろしくお願いします。まず最初に、はい。石原さんの現在のお仕事についてはいはい教えていただけますか。はい。自分が働いてるのが、創業73年。戦後間もない頃から、はい。親子3代で続けてる、はい。アメ横の石原商店、レザーショップの専門店です。レザーと言いますといろいろなアイテムがあると思うんですけそうですれども、ね。どのようなアイテムでいらっしゃいますか。その種類自体はもう本当にベルトでもお財布でもバッグでもあるんですけど、その特殊だなと思うのが、その種類というよりも革の豊富さ。一般的にベルトとか財布っていうと牛革がほとんどだと思うんですけど、牛革以外にも、エキゾチックレザーって牛革以外の爬虫類とかの素材のことを言うんですけど、蛇とかワニはもちろんなんですけど、他では見ることができない特殊な素材をたくさん扱ってます。そこに特徴があるということですね。そうですね。はい。T シャツなんかもあるんですけれども、そうですね。はい。こちらはデザインとかをされてるんですか。そうですね。T シャツはすべて自分が手書きでデザインしたもので。それはすごいですね。うちでしか買えない商品だと思ってます。絵の勉強されたとかいうことはあるんでしょうか。特にそれがなくてですね。とにかく小学生時代に、もう絵が大好きで、毎日毎日絵ばっかり描いてたんですよね。ああ、そうなんですね。でその時は将来それが商売になるなんて思ってなかったんですけど、でもやっぱりこの商売を始めてから、このお店のオリジナル商品を作りたいと思って、もう一度描き始めたんですよね。最初から革のお店ですか。当初はアメ横なので、やっぱお菓子屋さんが多くてですね。でもう戦後間もない時っていうのはもう闇市みたいな感じで、いろんな商品がもう混在しているような感じだったので、うちは甘納豆とか、お菓子をメインでやってました。じゃあ最初73年前はおそうですね。菓子からお菓子からのスタートですね。ということですね。お店の場所はずっとこちら。そうですね。アメ横のガード下、今は3店舗やってます。お子さんの時に、アメ横のお店に遊びに来られたとか、そうですね。あると思うんですけど、その時の記憶など残ってます？とにかく今もアメ横って人が多いイメージだと思うんですけど、もう当時子供の頃来てた時は、この通路を通ることも難しいぐらい、もうぎゅうぎゅうに人が来てたので、ものすごい人だなと。今ではいろんな商品っていろんな場所で買えると思うんですけど、やっぱりアメ横は安売りのイメージもありますし、特に専門店が集合してるので、アメ横でしか買えない商品っていうのがいっぱいあったのではないかなと思ってますけどね。今も観光客のお客様、海外とか結構いらっしゃってますけれども、地方から来られるお客様とかはもうアメ横に来て人の多さにまずびっくりするみたいですけどね。でも自分の記憶だともうこんなもんじゃなかったかなと。もっと今以上に。そうですね。もう常に満員電車の中みたいな。どのような街だというふうに思っていらっしゃいますか？そうですね。アメ横ってやっぱりある種特殊なというか、海外から来たお客様とかも、多分この雰囲気を味わいたくて来てるのかなと思うんですけど、まず専門店が多い。あとはうちのお店なんかでも、ちょっと値切ってほしいとか、今この時代で、値段交渉できるお店って少なくなってきてると思うんですよね。人と人じゃないですけど、昔から来られてるお客様とかは、商品はもちろんなんですけど、その店主とか、
その働いてるスタッフ目当てで来られてる方も多いのかなと思います。他には何かお仕事の楽しみございますか？お店ならではの商品っていうのが大切だと思ってるので、アメ横の石原商店でしか買えないもの、そういう商品を考えて、実際商品化して、で、それを買ってもらった時に、やっぱり充実感はすごくあります。まあ他では売ってないものを作れた時の嬉しさはありますね。経営されている中で、難しさなどを感じることなどもございますか？そうですね。やっぱり自分この商売始めるまでは、今年で50歳になるんですけど、30歳まで7年間、営業マンをやってて、そのいろんな工場とか、その取引先に自分から出向いていけるんですよね。積極的に仕事をすることができたんですけど、お店を構えるってことは結局街の仕事になっちゃうので、まあ、お客さんが来てくれないと、これ以上はその商売にならないので、やっぱりそのいろんなお客様が来てくれるように、いろいろ考えるっていうのがまあ難しさなのかなと。JR のガードの下にある、そうですね、お店。飲食店だと東京都内でもたくさんあるような気がしますけれども、こういう物販のお店っておっしゃっていただくと確かにアメ横以外、あまり他にそうなんですよないかもしれませんですかね。特にやっぱりその、アメ横に来られるお客様がよく言ってるんですけど、その電車の真下にこんなにお店があったんだって言われる方が多いんですよね。で、特にそのガード下って迷路みたいに入り組んでるので。私も最初ここ入った時に、あ、こんな楽しい通りがあるんだっていうのを知ってからファンになってますけれども、それでは、少し遡ってそのようなお子様だったかなと聞かせていただけますか？そうですね。まあ、自分は浅草生まれ、浅草育ちの、昭和49年生まれ、今年で50歳になるんですけど、もうさっきちょっと言ったんですけど、昔はもうとにかく絵が大好きで、将来絵の仕事ができたらなって思うぐらい毎日のように絵を描いてたんですけど、中学に入ってから今度、手品にドハマりして、マジックですね。とにかく毎日手品の練習をして、一緒に手品をやってる仲間たちと一緒に、老人ホームでマジックショーをしたりとか、手品は、その、共通して言えるのがこう、絵も手品も、まあ人に見せたい、その人に楽しんでもらいたいっていうのがまあ前提にあると思うので。で、今度高校生になって、一応もう髪型からファッションからダンスにのめり込んで、毎日のように踊って、まあ、手品の時も思ったんですけど、やっぱりその人前で踊って、お客さんを驚かせたいと、楽しませたい。まあ、そういう気持ちをずっと持ってましたけどね。なので、まあ、この商売始めた時も、ある意味同じなのかなと。そのお客さんを驚かせたり、楽しんでもらいたいっていう気持ちがあってこそ、この商売が続けていけるのかなと思いますけど、ね。もう人を喜ばせたいマインドが溢れてらっしゃるということなんですかね。そのダンスのことをもう少し詳しく教えていただけますか？高校生の時に、当時、ダンス甲子園っていうのがテレビで流行ってまして。ありましたね。そこからダンスにハマって、とにかくダンスの練習をして、で、ダンスの事務所に入って、で、テレビの、そのダンス関係のエキストラをしたり、ミュージシャンのミュージックビデオのバックダンスをしたりとか。本格的ですね。そうですね。で、あとはもう定期的にお客様の前で、クラブとか、あとはその遊園地の一コーナーの中でダンスを踊ったりとかっていうのはずっとやってましたけどね。あ、それは仕事としてされていたんですか？まあ半分仕事半分遊びですからね。何か競技にも参加とかされるんですか？そうですね。ダンスのコンテスト、結構積極的に出たりとかして。で、23歳の時に、その関東の大きなダンスのコンテストがあって、でそこで優勝させてもらいまして。あ、それはすごい。でその当時景気も良かったんで、賞金が50万だったんですよ。すごいですね。まあそんな金額を手にしたことがなかったので、ものすごく嬉しかったですけど、ね。その時は23歳ということはもう会社員ですか？そうなんですよ。なので今後会社で行くのか、ダンスで行くのかっていうのも考えましたけどね。
ダンスは趣味程度で、んそのまま、会社員として30歳になるまで働いてましたね。大学を卒業されて、はい。どのような会社にお勤めになられて、どのような仕事をされてましたか？非鉄金属、まあその金属を売る仕事だったんですけど、自動車工場とかゲーム会社とかに真鍮とか銅の板とか棒とか、アルミのコイルとかっていう部材を収める、まあ商社的な職種でした。そうしますと営業マン。そうですね、営業マンですね。ただでもやっぱりずっとダンス時代ドレッドにしてたので、その会社に入るときに、坊主にしたんですよね。悲しかったです。悲しいですね。それを坊主に、するというのは、そうですね。リセットをされたんですか？そうですね。もう、この髪型はもう一生できないのかなっていう気持ちで、まあ髪を切ったんですけど。ドレッドヘアとさよならをしたということですか？そうですね。はい。ダンスは続けてらっしゃったんですよね。そうですね。はい。ただダンスもまあ、そこまではやってなかったんですけど、この仕事を始めてから、もう一度好きな髪型にして、で、そしたらこう、気持ちも戻ってきてというか、その踊る楽しさ、人前でもう一度踊りたいっていう気持ちになったので、今でもダンスは続けてて、で、クラブのショータイムとか、お客様の前で踊ることもあります。パフォーマンスそうですね、パフォーマンスしてます。素晴らしいですね。ありがとうございます。じゃあそうしますと、今の生きがいの一つにもなってらっしゃる、そうですね。まあ、仕事以外にも、自分が楽しいと思えることを続けていけてるのは、まあ、幸せかなと思います。お子さんがいらっしゃったりしますか？はい。います。今、小学校4年生、10歳ですね。あ、10歳。はい。男の子ですか？男の子です。男の子、10歳の男の子。なので、当然ダンスも一緒にやってるんですけど。楽しいですね。教えてあげるという。そうですね。今結構やっぱり、習い事としてダンスをやられてるお子様もいっぱいいらっしゃいますし、学校でダンスすることもあるので、自分のダンスの経験がここで活かされたなと。石原さんが親の目から見て、お子さんのダンスの成長っていうのはいかがですか？そうですね。まあ、今、週4回、ダンススタジオに、レッスンしに通ってるので、まあ、初めはやっぱり、当然全然できなかったんですけど、でもまあ、自分がそのダンスにハマった時のように、息子もその人前で踊った時の充実感みたいなのを味わえてるみたいなので、まあ、それを見れるのってすごい幸せなことだなと思いますけど。いいお話ですね。息子さんが同じダンスをスタートされたというのは、親としてはどのようなお気持ちでいらっしゃいますか？そうですね。まあ、やっぱり嬉しいですよね。まあ、小さい頃から自分のショーの時とかに、見に連れてったりとかしてたので、やっぱりそういう環境で育ったおかげなのか、本人もそのダンスのこととか音楽のことが大好きになって、まあその学校以外で一つでもそうやってのめり込めるものに出会えたっていうのはすごい嬉しい、良かったなと思います。あと10年ぐらいして、ヘアスタイルが同じだったら。まあ、自分は全然嬉しいです。プロのパフォーマーとかに。まあ、なってくれてもいいですし、まあもちろんその息子の自由なので、まあ好きなことをしてほしいとは思ってるんですけど、まあ、その中の選択肢として、息子自身が将来、俺が4代目になるって言ってくれてる時もあるんですよね。こちらの石原商店さんの4代目を。はい。で、たまにお店に遊びに来たりとかして、ちょっとだけでもお客さんと喋って、お店に来ることも嫌いじゃないみたいなので、まあもちろん好きなものを好きな道に進んでほしいと思うんですけど、まあお店ももし4代目継いでくれたら、それはそれで嬉しいなと思います。そうです。今73年ですから、そうしますと、息子さんが継いでいただいた100年超えがそうですね。達成されますもんね。なので、まあ、当然その息子に継いでもらうってことはお店を繁盛させないといけないので、もしお店で働きたいってなった時にお店がなくなってたらダメですからね。なので少しでもやっぱりお客さんがいっぱい
来るようなお店にもっとしていきたいですけどね。石原さんが今3代目を継がれているということですけども、石原さんとしては自分のご意思で3代目を継ぐということになったのか、もう例えば親御さんのご希望であったのか、いつぐらいからそういう自覚があったとか、そういうことも教えていただけますでしょうか。大学卒業してから、まあ、サラリーマンを続けてたんですけど、自分がちょうど30になった時に、アメ横のガード下で、まあ、自分の先代である父親が、店舗を増やしたんですよね。それに伴って、息子よと。自分、勘太郎って言うんですけど、勘太郎、もしよかったら、新しくお店を出したんで、やってみないかと。当然もう今まで革のことなんて全然知らなかったですし、ベルトの知識、財布の知識もなかったので、いや、自分にできるかなっていうのは正直あったんですけど、でもそれでもやっぱ興味はあったので、会社を辞めて、実家に戻ってきた感じなんですよね。そうなんですね。迷いも。そうですね。迷いもありましたけど。ただ実際やってみたら、もう革の魅力というか、その商品の魅力、楽しさが分かってきて、で一旦始めたらもう、どんどんのめり込んできて、こういう商品できないか、こういうアイデアで商品化できないかっていうのがどんどん自分で考えるようになってきて、それからはもうお店一本になりました。今お店を任せられているという立場ということでよろしいかと思うんですけれども、これから将来の石原さんのお仕事とか人生とか、何か目標であるとか、そういうものを聞かせていただけますか？そうですね。やっぱりこの商店街自体も今、後継ぎがいないで辞めてしまったり、コロナ禍の間にお店を閉めてしまったりっていうところがすごく多いんですよね。なので、せっかくこのアメ横っていう特殊な街でお店を構えることができたので、このままこの商店街を錆びれさせるわけにはいかないなと。なので、もちろんお店の繁盛もそうなんですけど、商店街自体にもっとお客さんが来るように、このアメ横っていう街が盛り上がっていけるようにっていうビジョンは、まあ、ちょっとでも考えてはいますけどね。ますます楽しい場所になっていけばいいですね。そうですね。それを願ってます。わかりました。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。Thank you for watching. How is the video? In this channel, I show you real life in Japan. Let me know what you wanna know about Japanese life, jobs, and culture. Leave your comments and don't forget to like the video and subscribe to my channel. See you next time. Goodbye.